こんちは。4G を自由にプレイ、パート11です。今回は発掘スラッシュアックスを使っていくよ。スラークを使うのは、さすがにこのチャンネル初ですね。こちらの DH です。一応最高倍率スロ3ですが。切れ味と属性が残念だね。正直、微妙な性能かな。見た目はこの通り、大正義青発光です。属性とは合っていませんが。我々が持つ唯一の最高倍率スラークなので、今回はこれを使います。これはランダーで出たやつだね。多分、3、4年間磨かれてなかった。今回、動画用のネタに引っ張り出すことにしたよ。よかったな、使ってもらえて。謎の上から目線ですが、スラークも色々難しいですからね。スキルはこんな感じで組んだ。どうだ、このスキル数、7つもあるぞ。一ついいですか？どうしたね。爆盛りスキルセットで驚かせてしまったかな。いや、なんか全体的にスキルが薄いというか、どれも有用なものだとは思うんですけど。単刀直入に言って弱くないですか、この装備。だって、仕方ないじゃないか。距離は切れないし、耳栓も耐震もいるし。スラークとかいう武器種の取り回しが悪すぎて、補強するだけで枠を食いまくっちまうんだよ。ろくに使ったことありませんし、それはわかるんですけど。火力スキルは実質弱特と見切り1だけ。これで通用するのでしょうか。相手はしっかり140ラージャンやるよ。スラークとはいえ、通常クエストで妥協する気はない。耳栓に耐震に回避性能を1に、タイラー保護スキルは全部乗せです。加えて回避距離も採用しました。一度テストした感じ、積んだ方がいいと思います。一つ保護スキルを切れば、真打ちにできたりするが、それでおつったんじゃ意味がないからな。正直言って、スラークの武器パワーは非常に低い。そもそもタイムを求めるのは間違っている。いささか不安ではありますが、やっていきましょう。よーしスタートだ。今回、アイテムもスラークに合わせているよ。競争役グレートを決めていきます。とにかく回避を繰り返しますので。あと、一部攻撃でスタミナを消費するので、タイラーなら持ち込んだ方がいいです。石の方は、交代にしてるよ。剣モードの心眼効果を生かす形ね。とにかく時間がかかるから、石の効果時間だけでも切らさない作戦だよ。ご不審の装備も何気に久々ですね。ここ最近は身体をデフォにしてたので。この武器、とにかくケアするものが多すぎるので、石くらいは気にせず行きたいところです。基本の立ち回りとしては、剣モードで殴ってゲージが切れたら回復するまでオノモードがいいみたい。TA とか見ててもリロードは使われてませんでしたね。やっぱりあれの隙がでかすぎるようです。ただ、対極限ラーではリロードも挟んでいった方がいいね。投機効果を斧でしのぐのは無理がありすぎる。その時々で相手の状態をしっかり見て、最適なモードで立ち回っていくよ。剣モードは比較的モーション値も優秀なので当てられる攻撃を差し込んでいきます。定点攻撃では2連切りを当てたいですね。直接出せないのがネックですが。スラークは攻撃が出るまでも出た後もとにかく動きが遅くて隙がでかい。剣モードも一発一発慎重に撃った方がいいよ。あとは回避性能も欲しいね。ラーに関しては回避距離もないとしんどいですね。モブトウするのもしっかり遅いので。最初の極限は解除できました。効果部位ばっかり殴ってましたが。スラーク、攻撃と位置調整を両立するのも苦手な方なんだよね。極限と投機効果が重なると非常にダメージが取りづらい。相当な連動が必要だろうね。ここ良くないですね。スラッシュゲージ使い切っちゃいました。剣モードのままゲージがなくなると、強制的に斧モードにチェンジしてしまいます。ここもかなり困るポイントだね。わざわざ棒立ちのまま移行してくれるよ。しかも、ゲージは一切回復しない。シンプルなペナルティだね。これがあるので、ゲージ残量にはかなり気をつけないといけません。リロードか時間経過以外で回復しないので、終わり際でうまく対処する必要があります。ここまでで伝わると思うけど、とにかく制限が多すぎるんだよね、この武器。攻撃前後のでかい隙、スラッシュゲージ、ガード負荷なのに遅い移動と遅いムートン。普通に立ち回るのがそもそも難しいんですよね。せめて火力が欲しいところですが。残念ながら、スラークは火力も微妙だよ。強撃機敏の剣モードを使ってもね。多分、相当うまく立ち回った上で、太刀と並んでるくらいじゃないかな。ぶっちゃけ、理論値以外の立ち回りについては、太刀の方が数段優秀に感じます。スラークは隙をカバーする方法に乏しいので、フレーム回避で対処しないといけない場面が多いです。
個人的な印象だと、太刀と双剣の悪いところを組み合わせたような武器に感じるね。いいところといえば、剣モードの心眼効果だけかな。常に付与されてるのは素晴らしいね。いろいろありますが、やっぱり一番は火力が低いことが問題ですね。特にひどいのが、4での斧モードのモーション値弱体化です。縦切りと切り上げが1割くらい弱くなりました。もともとスラークは、斧と剣の火力差がありすぎて、斧はリロード装置と言われていたが、この辺は、シリーズが進むごとに、さらにそれを悪化させるような調整が多かったね。なんならサードの段階で剣も弱体化食らってますからね。強撃瓶補正が少し低下しています。これは瓶間の格差調整なんでしょうが、そもそも強撃以外が弱すぎるので焼け石に水でした。むしろ強撃で持ってたものを押さえつけたから火に油を注ぐ結果になってるけどね。土台いろんな仕様でハンデを追ってる武器種だから火力すら出ないのは本当にきつい。正直 4G で最も弱い武器種だと思います。火力、立ち回りどちらもしんどいです。総中魂とは比べるまでもありませんが、太刀やランスにも数段劣ってると思います。多分というか間違いなく 4G で最も影が薄い武器種だよねこれ。そもそもネタにもならないというか、よく知らないって人が大半じゃないかな。チャークという派生武器が出てきたのも大きいですね。しかもあっちは超強化されたし、生産で特段強力な武器も出なかったので、話題になることが何一つなくなっています。使う理由が何一つないんだよね。武器はでかいけど意外と打点低いし、儀式っぽいものはないんだけど、パッとしないのに足かせだけ充実してる印象だな。鈍重で独特な操作感は結構楽しいんですけどね。とにかく攻撃面の弱さが目立ちます。旧作モンハンのスラーク史において、集大成とも言える弱さを誇っていますね。こいつ、発掘のシステム面でも冷遇されてるよな。よりによってラージャンとテオから出てこない。ギルクエで人気のあるモンスターの多くは、チャークが出るようになってるよ。そもそも掘れる機会があまりないんですよね。総中魂とセットなのはまだいいんですが。太刀とかは外れ枠扱いでまだネタにされますが、スラッシュ君はそれもありません。表示攻撃力だけは無駄に高いんだよね。それもまた哀愁が漂うな。これもまたひどいですよね。係数は初登場のモンハントライから変わらず 5.4 ですが、トライの斧の縦振りのモーション値が54なので、これに準拠してるはずなんですけどね。4K の縦振りのモーション値40しかないからね。驚異の 26% カットだよ。つまり完全な表示詐欺だ。なんならサードの時点で46しかなかったけどな。いろいろと扱いがひどいスラーク君。この武器種でどこまでやれるのでしょうか。様々な思いを胸にエリア2に参ります。よーし、2エリア目もやっていくぞ。散々願ったから挽回してあげたいね。自分で落として慰める。まさに DV 彼氏の立ち回りです。ただ、挽回できるほどの連度はありません。そういう意味では余計たちが悪いです。とにかく普通にしてるのが難しいのよこの武器。そんで忘れてたけどここで競争切れたか。スタミナもケアしないといけないんだった。競争は回避を繰り返すということ以外にも、斧の振り回しでスタミナを使うから飲んでいます。斧は回避、切り上げ、振り回し、縦切りとつなげるのがまだ火力が出ていいみたいです。DA だと斧は大体これしかやってないね。ゲージが回復したら突進切りからの変形切りだ。とはいえ各モーション値は大したことないよ。振り回しは24しかないからね。個人的には振り回しのたびにスタミナ減る仕様が意味わからないですね。隙がでかい上に威力が低い、おまけにスタミナも減る。何ですかこのハンデの量は。それでも使うしかないんだけどな。おっと、最強の解除が来たか。解除スピードは悪くないんだよな。これは太刀でも感じましたね。ラージャンの解除値が低めなだけ説あります。前半でスラークは儀式がないと話しましたが、ダメージに関する補正が特にないんですよね。総中魂のエキスとか太刀のオーラみたいな要素だよね。強撃の 1.2 倍補正はあるが、2連切りを当て続けないとそんなに強くないから、モーション値の割にダメージを出すことが難しいんだよな。先ほど話した斧のコンボですが、フルヒットさせるとモーション値116です。対して、例えば赤エキスの総中魂において、切り上げ、叩きつけとつなげると126あります。しかもこれ、エキス組み合わせの攻撃力補正抜きね。実際にはもっと大きな差がある。こうやって比較すると格差がすごいな。ワンボタンでモーション値62出るコンがおかしいんだけど。スラークなんてめちゃくちゃ重そうに斧振り回して一撃40ですからね。
隙がとにかく大きいのが非常に辛いところです。火力以外の面でケアが必要にもなりますし。回避距離なんて積んだの、すごい久々だよ。大昔にヘビーで装備したくらいかな。チャークですら必要ないと感じるのに、逆にすごいよな。ノウトム状態から差し込むような攻撃も特にないですしね。基本はコロコロ転がって移動します。まあ、回避から繋がる強い攻撃も特にないんですが。攻撃したら下でめちゃくちゃ突きさらすから、回避性能でもないと危ないしな。でいかん。活躍させてあげるつもりが、さらに追い打ちをかけてしまった。もう十分伝わっちゃってると思いますけどね。見るからに立ち回り難しそうですよ。無兵痛い。少しでも欲張るとこれだよ。攻撃中にここまで動かないのも珍しいです。大体はちょっとずつ前進したりするんですが、この関係で位置取りにはかなり気を使いますね。攻撃しつつ位置避けみたいなことはできません。この辺はただ下手なだけだな。急な武器出しリロードやめろ。改めて見ると、隙のでかさすごいですね。これだけやって、ゲージ半分しか回復しないって。切実にエネルギーチャージが欲しいです。ベースのシステムが全然違いますが。クロスのスラークは強かったよね。元気エネチャだっけ。モーション値も底上げされたし、モンハンワールド以前では一番強い調整受けてるよな。剣モードはガチで最強でしたね。ストライカーなら絶対回避まで入りますし。このモード無視な上にかなり力技ですが、スラークの弱いところが大体解消されてました。仮技は仮技で武器種ごとの格差あったけど、スラークは相当恩恵受けてるよね。ゲージとか強化状態に直接影響する仮技は、大体どの武器種でも強かったな。もう武器種のコンセプトとかめちゃくちゃでしたね。お祭りゲーといえばそれまでですが。このせいでチャークが微妙な武器種になってて、モヤモヤが残る作品でした。チャークは根本的なところで殺されてるから、仮技だけの問題じゃないけどな。いろいろ言ったが、どれも 4G にはない要素だ。何も持ってない状況で生き残らねば。ですね。しれっと再々局しておりますが、戦いはまだまだ続きます。解除できないまま移動してきたよ。この対象の効果時間内でいけるかな。ベリアにはちょっとうまくいきませんでしたね。ここでなんとか取り返したいところ。そういえば、切れ味ではそこまで困ってないですね。田村20だから不安だったんですが。1エリアで青まで落ちることは落ちるけど、案外持ってるよね。イコール手数が出てないってことでもあるから、喜ばしいかは微妙なところだが。この分だと、レギオス武器がしっかり強そうです。巧みを切れるメリットもありますし。レギオスラークはスロゼロなのがちょい厳しいね。強撃なのは偉いが。地味にスロットが開かないレギオス武器は、近接ではスラークだけとなっています。こんなところまで冷遇されてるとは、一体スラークが何をしたって言うんでしょうか。まさか、強撃瓶が優遇とは言うまいな。無属性だし当たり前だからな。無属性でも強撃以外の武器いっぱいありますが、ここはさすがにパッケージモンスの武器ですね。強撃のスラークは倍率が抑えめのイメージがありますが、4G はそうでもなくなってますね。そのせいで、瓶格差がさらにすごいことになってるが、強撃も巻き添え食うよりマシか。仮に麻痺瓶とかついてたとしても、状態以上を狙うのは難しそうですね。スラークって思ったより手数が出ないので、属性との相性がそもそもよくありません。テストプレイでは強撃瓶の麻痺発掘使ったんだけど、それでも全然麻痺しなかったんよね。斧の振り回しなら属性を押し付けやすいが、土台の火力が低いからな。運用としては物理最優先で良さそうですね。強撃で補強されるのは物理だけだし。ラージャン疲労してるわ。ここは剣を押し付けるチャンス。転がってなんとか追いついていきます。好機を逃すわけにはいきません。とはいえ、疲労中はコード運にかなり左右されます。ボッタチやビームの不発があると嬉しいですが。ステップは美味しくないんだよな。これは通常時と変わらない速度で撃ってくる。スラークは範囲外にすぐ逃げられないから、出だしを食らっちゃうことが多いよ。しかし、ここで転倒が取れました。ゲージが少ないので、ケアしながら攻撃します。うまく横切りから変形に移行できたね。連携中に変形できれば強制的なチェンジはしないよ。人生でスラークでラーやるのは2回目だが、ちょっとずつ慣れてきた感じがするぜ。あとは火力とタイムがついてきてくれれば、残りも頑張りましょう。さあ、あれから全然倒れる様子もなく、すでに20分張りに突入しています。もう何回目の極限かもわからん。あっという間に3曲するようになってきたぞ。
さすがにそろそろ精神的にきついんだが、お、足引きずりましたよ。ようやく弱りましたね。 22分以上かかったか。慎重にやったとはいえこれは。まあいい。最後まで油断せず行こう。最終エリアです。攻撃を解いて火力は十分。気を引き締めていきましょう。最後に移ったらシャレになりません。もはや疲労困憊してるからね。もう立ち直れないかもしれん。慎重に一撃入れるのが面白い武器ではあるんだけど、どうしても火力面がきついわ。これはスキルの問題もありますが、生存スキルを削る気にはなれませんね。ようやく終わったか。23分ジャストだね。タイムは未知数すぎて予想つかなかったですが、まあこんなもんでしょうね。無オツでちゃんとクリアできただけ、よしとしましょう。さて、じゃあ一応報酬を見ておくか。せっかく140クリアしたしね。おっと、レア充体験ありますよ。なんだか久々に見た気がするわ。さて、性能は。攻撃力1248。装飾品でレア度稼いでくるタイプですか。これは残念。というわけで、スラークを使う回でした。終始ディスっててすみません。結局エリア2以降も挽回できませんでした。まあ、全部事実だし仕方ないやろ。スラーク担いでる人なんていないよ。おい、火に油を注ぐな。最近はしっかり人気の武器種ですから。ただ、4G ではどうしてもきついですね。火力に立ち回り、どちらも不足してます。とにかくケアするものが多すぎてしんどかった。ケアしたところで火力が上がったりしないし。あんま担がない人が多いだろうから、たまに遊ぶ分にはいいんじゃないかな。確かに。それくらいしか言うことありませんね。またやるかわかりませんが、その時は極限はやめておきましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。